この日、リマのヘススマリア区にある日本ペルー文化会館を訪れました。その中にあるペルー日本人移住資料館。銀次さんは資料館の館長をしています。展示を案内してもらい、日系移民の歴史を学びます。妹が、横浜にいて、リマちゃんという子なんです。彼らは向かい合うようにして立っているんですね。120周年のロゴをデザインした20周年。これ、ヒゲさんのケンジ君。はい、デザイン。特に農地、サトウキビの農地では綿の農地で働いてた時代のことをまとめているお部屋ですね。第一移住者、山口県の方の、原田健之進さんという方お若いですね、21歳で、いらっしゃってですね、で労働契約を実は移住の際にですね、移住会社、旅行会社みたいなところですね、いろいろな取りまとめをしていて、労働者との間で雇用契約を結んでいる。それが、移住会社の方が、移住会社がですね、なんていうか、労働者に支給したこういう服なんですが、この服を着てですね、過条港に降りるんですよね。で、見たことがない日本人が降りてきていて、で当時の新聞にも、なんだか同じ服を着た人たちが一斉に列をなして、規則正しく入ってくるっていうようなことが報道されて、食べ物であったり、言葉が違ったり、いろんなことは想定されるかと思うんですけれども、それ以外にですね、合意してきちんと決められてたその雇用の条件なんかもあまり、違反されてしまったりだとか、あとはもともと月給制で月給約25円っていうふうに決まってたのが、それが出来高制に変更されてしまったりとか、全体としてはですね、移住っていうのは進められてですね、この時代ですね、23年までの間に82回の公開で大体約2万人弱の日本人、特にリマやカドの個人について自分の手先の強さを使っていろいろなビジネスを始めていく時代で。彼ははじめ契約農家としてカニエテに来たが、あまりに厳しい契約内容だったため逃げ出してリマに。あの頃はペルーの雇い主から多くの日系人が逃げ出しました。連中伝いに砂漠を越えてリマに来ました。あの時は三途の川が見えましたよ。リマで細々と理髪店を始め、今じゃ大繁盛。手先は器用なもので、生き方は不器用ですが。リマでは理髪店に雑貨やレストランとうちなんちゅうが大成功を収めている。ペルー移民初期のようにうちなんちゅうが他府県人にバカにされることもなくなった。日本人の理髪店で髪を切らないなんてなんかイケてないっていうような言葉が流行るぐらい日本人の理髪店ですごく流行ったそうで、自分のビジネスを大きくするために家族を呼び寄せるっていう形に呼び寄せ移民という時代形式にですね、実はこの時代から切り替わります。でそういった形で写真だけの写真でのお見合いでの写真派のペルーの社会にも貢献をする時代というふうになっていき、もともとペルーの農業人口が足りないから契約移民を受け入れたが、今は移民が活躍して嫉妬するペルー人が増えてきた。誰かが特にペルーの若い人たちに排日感情を植え付ける。なぜそれで何かしら得をする者がいるのでしょう。日本人日系社会になるにつれてですね、やっぱりもともと農地で働く予定だったのに、都市でなんでこんなに発展しているかというか、反日感情がすごく強くなっていて、そういう的なところではですね、明確な排日政策っていくつか出されていてですね、国民籍の会社でも8割がペルー人にしなくちゃいけない。ナッツ業と呼ばれる襲撃、略奪が何度も起こるんですけども、それちょっと40年のものが起きた。これ全部取られてしまったので、これをきっかけに日本に帰る。1940年、ペルーで大規模な排日暴動。日本人移住者の商店や住居を狙った襲撃、略奪。ついには日本人学校の没収、
指導者である先生方はアメリカへ強制収容されることになりました。戦況の様子、真珠湾攻撃しました。これとってからですね、真珠湾のことなんですけど、きっかけで戦争を迎える恐怖っていうのが日本人が誇りとしてた学校もですね、この時にたくさん奪われてしまってですね、ペルーのアメリカ側なので、ペルー政府からも、1771人北米に送還されて、北米の、強制収容所で暮らさざるを得なかった状況になった方というのがいらっしゃいました。本当に困難な時代でいじめられたり、迫害にあったりということがとても多かったので、田舎の方に避難している、そういった方々もいらっしゃった。その中でもペルー人の中でもやはり市民の方もいらっしゃって、日本人に封鎖しないでいる方もいらっしゃって、いろんな話も聞いています。お金を儲けて日本に帰るつもりの方はすごく多かったんですが、こういったね、戦争が終わって、日本が焼け野原になり、失業者がいっぱいになっている状況で、もし帰ることができないんだというふうに思った方ってすごく多くて、今度こちらで住んでいくっていうことを決心される方はすごく増えますね。あと日本への思いっていうのはすごく強くて、例えばこれ沖縄の、踊りを、戦災の貧困困窮者のためにチャリティーイベントとして踊ったりするようなイベントをしたり、沖縄への救援物資を集める活動を始めようと思う。救援物資。ああ、池君、ぜひ事務局として手伝ってほしい。ええ、できることなら何でも。私たちはうちな姉妹をペルー各地で上演し、悲惨な現状を伝え、寄付を集める。ペルー日系人協会というところがオーガナイズしてるんですけど、その中心となるペルー日本人会っていうのをチームに戦後のですね、一つ大きな支えとなったのはスポーツを中心にですね、みんな人々が集まり出すんですよね。ラウニオンという運動場を、これを日本人コミュニティで購入して、で、ですね、いろいろ必要になる人なんかも結構大変だったので、みんなコミュニティでやったので、日本日系人コミュニティの運動場っていう意識がすごく強いんです。強くて、今でもいろんなイベントやられてるんですけど、もともと沖縄でも今もある頼もし子の概念、要するにお金を皆さんでグループの中で回し合うようなシステムっていうのは、実は戦前からあるような仕組みでですね、そういったものを中心にですね、信用金庫が作られていくんですよね。ペルーの三大信用金庫は、ここですね、ここの3社というふうに言われてます。アバコってそろばんっていう意味で、そろばんのロゴなんです。あとまた沖縄県人会の新事業機関も、有名で。頼もし校。今の沖縄ではモアイとも言いますが、お互いの助け合いのためのお金の貸し借りのシステムです。当時のペルーでは、お店を開くことができるほどの資金を貸し借りし合い、移民たちは支え合ったそうです。そうすると、1960年代と70年代は、もう銀行から金借りることも、この習慣なかったですよ。お互い日本人は。貸さなかったんです。銀行から金借りるのは今の3世の時代だったから、商売、買えるぐらいだったんです。だいたい5万ドル。5万ドル金作れるから。それ何名集まってる50名ぐらいですよ。そんなの虫一人でもう3つも5つも持ってるんですよ。それだけ商売からでないが、取った頼むしにまた頼むしをかけていってまた取るんですよね。だからもう全部借金ですよ。まあそうですよね。今はもう日本人の貯金米、大きな米ですよ。100万ドルも借りれるぐらい。3つあります。今日みたいに借りれるわけですね。ウニョンにも5つあるし、それからアバコって言って、大きめは羽地の方。羽地の方。いや、上のあるから工場の。金融だけでなく、いろんな分野ですね。スポーツ、文化、宗教、学術、商業、サービス業、産業、いろんな分野でですね、この日系人が活躍していき、また女性の活躍も見られますね。
沖縄県人会は81年に今の場所ですね、アテクにこう作られたという。震源別の世帯数表になってるんですけど、これ実は世帯数なのでちょっと数があれなんですけど、世帯数で言うと、半分ぐらいが沖縄の人たち。でも実際は子供が多いので、あんまりちょっと最近統計がないんですよ。日本人移住者は、6割7割が沖縄の出身者だというふうに言われています。系料理って聞いたことあります？最近すごくペルーでも世界的にも注目されてますね。あとセビーチがセビーチってレモンをよく絞ってコシのあるよく漬けられた料理されたものだっていうふうに言われるんですけど、最近は刺身の影響を受けて生で食べられるようになったり、ペルーで食べる習慣がなかったものを日本人がですね料理の中に取り入れたり、全然の移住者の方々をデータベース化してて、生命とあと出身県、来た船の名前とあと到着日、あとは農地の名前、そういった項目でですね調べられるんですよね。リンゴ、さっき言った信用金庫ですね。あとレストランが2軒あります。美味しいレストランも美味しい。レストランも見てください。はい。であとは2階がですね陣内センター、高齢者介護施設。1世の方とか2世の方の高齢者の方々のより良い老後っていうのが一つテーマなので、空手であったり、柔道であったり、日本語であったり、いろんなダンスなんかをご紹介していますね。ペルー広島県人会。僕としては沖縄県出身の方のコミュニティがあるというようなイメージが強くいったんですけども、実際に行ってみると日系社会というか日系コミュニティが結構強く、現地の人といかに共存していくかみたいなところが、やっぱり過去の暴動があったとかっていう、いろんな社会的な背景からやっぱりみんなで社会を良くしていかないと、豊かに全てが豊かにならないみたいなところが、身をもって感じたところがあるのかなという。私は本当にもうペルー人ですから、池先生とかうちの市のいいところの教えをね、守ってそれを皆さんに子供に教えてるのが、私たちの責任だと思います。尊敬ということは本当に尊敬がということが目上の人を尊敬で義理ということですよね。義理人情の義理ですね。それは本当にもういいことだと思いますよね。男性4000、5000人までそれが通じてくれたらいいと思いますよね。日系人がペルーで直面した困難、そして助け合い成長を続けた奇跡、一言では言い表せないその歴史を次世代に伝えようとしている多くの先輩方の思いに触れました。